した。星屑との狭間で未来の夢よっと抱いた君の手と共に舞い上がれアトムとイボンになって眩しすぎる奇跡起こそうよねえこのまま天使になろうドアの空リフォーム君とならドライブアウト完了。まもなくマジーク寮です。いよいよマジークなんですね。ああ、そうだな。クーデター軍が到着していないことを願います。なーに、この星には艦隊がある。先を越されてても簡単には制圧されないさ。艦隊？カルーアの言ってた軍のことですか？ああ、なんでも船の動力に魔法技術が使われているらしいよ。規模も決して小さくはない。そうなんですか。なら大丈夫ですよね。ほらほら、カズヤが心配したって何も変わらないよ。なるようになるさ。エデンの大使さんもいますしね。とっても強い。確かに。大使？知り合いなんですか？まあね、いずれ会えるさ。楽しみにしてるといいよ。はあ。マジーク寮まで距離1万です。よし、マジークへ連絡を入れようか。了解。外交プロトコルに従い準備に入ります。さて、礼服はどうしようかな。忙しくなりそうですね。それでは失礼します。ああ、すまないね。それでは。外交って大変なんだろうな。みんなだ。あらー、和也さん。や、みんなで何してんの？占いなのだ。占い？マジークは占いが盛んらしいんです。そんな話をしていたらカルーアさんも得意ってことなので、みんなで占ってもらってたんですよ。俺は信じねえ。親分の性格診断は恐ろしいほど当たってたのだ。ほんと、もう信じられない。私のも怖いくらい当たってました。へえ。そうだ、白波さんも見てもらったらどうですか？僕？和也も見てもらうのだ。あ、いいね。面白そうだ。お前もやれよな。占いか。よかったら座ってくださいまし。どうしようかな。何ビビってんだよ。別にそういうわけじゃ。ただの占いなのですから、そんなに気負うことはありませんわ。それもそうだね。それじゃあお願いしようかな。よいしょっと。それではまず和也さんのことをお聞きしますわ。どうぞ。ご兄弟はいらっしゃいますか？いないよ。では彼女はいらっしゃるんですか？彼女ですわ。どうなんで
ですか？そんなこと重要なの？もちろんですわ。正直に答えてくださいね。いません。それでは好みの異性はどんな人ですか？好みの異性？優しくて明るい人かな。なるほど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 なのだ。へえ。恥ずかしいな、もう。それでは最後の質問ですわ。うん。エンジェル隊の中で一番好きな人は誰ですか？好きな人はってちょっと待ってよ。なんか怪しい。本当にこんなこと占いに必要なの？まあ惜しかったのだ。惜しかったって、やっぱりカルーはからかってたんだな。まあバレてしまいましたわ。なんだ、顔が赤いぞおめえ。ドキドキしちゃいました。あとちょっとだったのだ。そうですわね。まったく立ち悪いよな。いつもぼーっとしてるくせによ。ひどいや。真面目に答えたのに。実は親分もさっき騙されたのだ。なんだって？知ってたんなら教えてよ。騙されたまんまじゃ面白くねえからな。ま、ちっとは気が晴れたぜ。ひどすぎる。お主も悪いよな。何をおっしゃいますお代官様。ごめんなさいね。怒ったのだ。はあ、僕もまだまだだな。こんなあっさり騙されるなんて。そうそう、騙される方が悪いのさ。騙される方がよ。君に言われたくないよ。窓の外に宇宙港が見えますよ。マジークに到着したんです。まあ懐かしいですわ。ってことはクーデター軍より先に着いたんだ。ま、そういうことだろうな。タクトンに聞いてみるのだ。ブリッジに行ってみましょう。軌道宇宙港に接舷完了しました。無事マジークに着いたな。マヤーズ司令。なんだみんなして。クーデター軍より先に到着したんですね。どうなのだ？大丈夫ですよ。まだ接触していませんでした。まあ安心しましたわ。よかったじゃねえか。よかったんだけどね。けどね、何か問題でも？問題がなさすぎなのさ。マジーク政府と連絡を取ったんだけど、クーデター軍からは一切の接触がないそうなの。慎重に動いているのか、単に後回しなだけなのか、ちょっと測りかねるね。でも例のハッキング放送に対しては多少の混乱があるみたい。今後の対応についてかなり揉めてるみたいだったわ。そんなわけでお偉いさんたちと少し話してね。こちらからは情報提供、あちらからは船の修理よってことになった。もちろんタダでね。さすがタクトさん。まあね、とにかく修理の間はしばらくマジークにとどまる。みんな少し体を休ませてくれ。半減休息だ。上陸も許可するよ。はーい、お休みなのだ。船を降りるの久しぶりです。嬉しいですわ。どっか面白いとこねえのかよ。マジークにいらしたことがないのでしたら、この港の軌道テレポーターはかなり珍しいと思いますけど。軌道テレポーター？エレベーターみたいなものですわ。
魔法を使って一瞬で上陸できるマジックならではの設備です。すげえ面白そうだな。早速行こうぜ。出発なのだ。よし行くぜナノ。勝手なのだ。ああ、エンジェル隊はまとまって行動するんだ。こら。行っちゃいましたね。まったく。ではすぐに追いかけます。そうしてよ。バラバラに行動されるとちょっとね、呼び出す時も効率が悪いし。そうですね。リコ、カルーア、行こう。行きましここがマジーク。ょう。独特の雰囲気がありますね。懐かしいですね。しかしなんだ、起動テレポーターってのはすげえけどよ、いざ使ってみるとなんか拍子抜けだったな。あっという間だったのだ。あら、あまり楽しくありませんでしたか？いや、まあそんなわけでもねえんだけど。技術的に非常に興味深いです。そうだよね。魔法だもんな。そんなことどうでもいいのだ。お腹減ったのだ。そういやそうだな。おい、なんか食おうぜ。それでしたらこの先に美味しいカレー屋さんができたと本で読みましたわ。なんだカレーって。エデンの食べ物さ。たくさんの香辛料が入ってていい香りがするんだ。うまそうだな。よっしゃ行こうぜ。いいだろ。僕は構わないけど。私もちょっとお腹が空いてたところでした。子分は親分に従うのだ。決まり。カレーだカレー。あー腹減った。それでは参りましょう。ここですわね。てめえ舐めてんのか。あら、なんだろう。お客様、どうか落ち着いてください。他のお客様にご迷惑となります。俺はバカにしてんだろ。いえ、決してそのようなことは。だったらなんで俺のカレーは辛くねえんだよ。それはお客様のご注文の品が甘口だからでございます。なんだと。カレーってのは辛い食い物じゃねえのか。だからカレーってんだろ。甘いカレーがあってたまるかボケ。カレーにもいろいろとございまして、その。うだうだうるせえな。そもそもエデンの食い物ってのが気に食わねえんだ。そんな無茶苦茶な。タチの悪いやつですに。チンピラなのだ。こういうのは俺様担当。どいてな。アニス。こんな舐めたもんに金が払えるか。そんな。お客様は全てお召し上がりになっているではありませんか。おい、そんなことは関係ねえな。おい、俺はカレーが食いたかったんだよ。カレーがよ。おい。なんでおめえは。食い逃げならもっとうまくやれよな。なんだと。これは何かな。それは俺様の財布。なんで空っぽじゃねえか。しけてんな。無銭飲食ですに。情けないですわ。最低ですね。うるせえ。てめえら横からしゃしゃり出てきやがって。痛えめんぞこら。面白え。見せてみろよ。腹が膨れた食い逃げさんの痛い目だ。さぞかし言ってんだろうな。この野郎なめやがって許さねえ。アニス。任せとけって。あれおめえは。もうさっきからうっさいわね。ランファなのだ。ランファーさん。
落ち着いて食べてらんないわよ。まったくこんなやつはね、こうやってさっさとのしちゃえばいいのよ。ラッパ様、この方なんだか敬礼しているみたいなんですが。ああ、今度はピクリとも動かないんですが。いいわよ、こんなの放っておけば。ですが呼吸もしていません。しょうがないわね。ほら、辛いのが食べたかったんでしょ。私のをあげるわ。それはランファ様専用の先輩カレー。カレー。水。よかったわね、カレーが食べられて。まさにダットのごとくですに。ランファさん、お久しぶりです。はい、リコ、ご無沙汰。ナノナノも元気そうね。ランファかっこよかったのだ。あんたたちが来てることは聞いてたけど、まさかこんなところで会うなんてね。ほんとびっくりです。リコちゃん、お知り合いさんなのでしたら、できればご紹介いただければと。あ、すみません、うっかりしてました。ランファなのだ。はい、こちら元ムーンエンジェル隊のエース、ランファ・フランボワーズさんです。ムーンエンジェル隊の今はここマジークでエデンの大使として活躍していらっしゃいます。大使？ああ、そうか。あなたが司令とココさんが言ってた。まあ、あなたがそうでしたの。大使としてのご活躍の噂を聞いておりますわ。そっちの噂も聞いてるわよ。特にそこのあなたのね。僕ですか？あなたでしょ、エンジェル隊始まって以来の男のメンバーって。はい、和也白波と申します。大先輩にお会いできて光栄です。あら、ずいぶん硬いのね。タクトの教育なってないんじゃないの？ランファさん、普通逆です。それでこちらのお二人も私が抜けた後に加わったメンバーさんね。はい、こちらはアニス・アジートさん。訳あって臨時隊員として頑張ってくれてます。よろしくね、アニス。あんたの蹴りすげえな、しびれたぜ。あら、あなたの立ち回りもかっこよかったわよ。姉さんって呼んでいいだろ。俺あんたに惚れちまったぜ。姉さん？姉さんよろしくな。まあいいけどね。親分の親分なのだ。それでマントのあなたは？カルーアと申します。カルーア？どこで？カルーアさんは公認永久の資格を持つ魔女さんです。公認永久魔女？はい。あなたはマジョラム様、一なる二者様じゃないですか。あら、その呼び名をご存知なのですね。当たり前です。私すっごい憧れてるんですよ。まあ、ランファさんはカルーアを知ってるんですか？ああ、知ってる？ここマジークで一なる二者様を知らなかったらモグリよ、モグリ。そうなんですか。こんなところで立ち話も。はい、どうぞ皆さん奥の大きい席へ。お礼と言ってはなんですがご馳走いたしますので。本当？ラッキー。イエーイ、ただまでただ。やったのだ。どうぞどうぞ、カレーしかございませんが。僕たちまでいいのかな？
こは甘えさせていただきましょう。そうですわね。この中辛っての頼むぜ。私はいつもの。はい中辛に1000倍でございますね。辛いのは苦手だからなのは甘口にするのだ。かしこまりました。ただいまお持ちいたします。和也たちも早く注文するのだ。素早いな。お待たせしました。特製1000倍カレーでございます。来た来た。さっきは邪魔が入っちゃったからゆっくり味わいましょう。真っ赤ですね。見れば見るほどすごいですね。近づくと匂いも強烈ですね。何この丸いの。まあすみません、私の使い魔さんです。使い魔さん。すごい、さすが魔女。ミモレットちゃん、お邪魔しちゃダメよ。あ、いいですいいです。ミモレットっていうのね。どれほど辛いんですかね。そんなに興味あるなら食べてみる？惹かれる言葉ですね。でもチンピラの反応からすると危険な匂いもプンプンするですね。はい、誘惑には勝てねえようだな。もう湯気が出てるのだ。水ですね。はい、お冷やよ。全然足りないですね。厨房でもらってからですね。もひー。ごめんなさいね、マジョラムさん。いいんですのよ、自分で食べたのですから。水。まだ騒いでやがる。ちょっと心配だね。見てこようか。あら、本当に大丈夫ですわ。お気遣いありがとうございます。ところでさ、あんたたちなんでこんなところにいたのよ。別に深い意味はないんです。ルクシオールの損傷が激しいので宇宙港で修理してもらってます。その間体を休めろとマイヤーズ司令に言われました。なるほどね。タクトも大変そうね。クーデターに例のハッキング放送、アブソリュートとも連絡取れないんだって。はい、お姉ちゃんが心配です。ミルフィーが全然心配ないわよ。運の強さは折り紙付きじゃない。そう思うようにしてます。大丈夫大丈夫、私が保証するわ。ミルフィーとは付き合い長いんだから、あの子の運は最強よ。って妹のリコに言うセリフじゃないわね。いえ、なんかすごく楽になりました。ありがとうございます。そうそう、くよくよしたって始まらないわよ。わかりました。よかったですわね、リコちゃん。はい。でもまさかね、エンジェル隊にマジョラムさんがいるなんて。その話に戻っちゃうんですのね。そんなに有名なんですか？当たり前じゃない。公認永久よ。分かってんの？いや、僕は魔女に会ったのもカルーアが初めてなんで。いい？公認永久魔女ってのはノイエ中に12人しかいないの。その12人の誰かが引退するとき、大々的な公募をして、さらに厳しい審査があって、その後勝ち抜きでやっと選ばれる魔女の中の魔女なんだから。私もそこまで詳しくは知りませんでした。最終試験のディータとの試合、素晴らしかったわ。ディータ？
ディータさんのことですか？はい。本当にすごかったのよ。ディータからの必要な攻撃魔法を流れるようにかわし、機械とミルや信じられないスピードで消耗を済ませて、こういう攻撃魔法の連発。録画ディスクを何度見たかわからないわ。すみません、そろそろ私の話題からは。なんだ？厨房の方からです。にゃー。ミモレットちゃん、見に行くのだ。火だ。あの野郎はさっきのチンピラなのだ。さっきはよくも恥をかかせてくれたな。エデンの食い物屋なんて潰してやるぜ。すげえ石だぜ。いいもんもらった。あれは魔石ですわ。魔石ですって？おそらく火の精霊を閉じ込めてあります。ほらチンピラ、なんであんたがそんなもん持ってんのよ。そこでもらったのさ。くらい。危ない。大丈夫ですか？火がなっちまった。やばいよ。あの野郎。アリス、ラーマさんと奴を追って。姉さん行くぜ。分かったわ。リコとナノナノは客を誘導、すぐに避難させるんだ。はい、分かったのだ。皆さん落ち着いて、こっちなのだ。よし、カルーアは僕とミモレットを探そう。わかりましたわ。ミモレットどこだ。ミモレットちゃん。いけない、勢いが増してる。ミモレットちゃん。いた。どこだミモレット。厨房の奥ですね。こっちか。ミモレットちゃん。あそこだ。ミモレット。しっかりしてミモレットちゃん。大丈夫、鍋に当たって気絶してるだけだよ。ミモレットちゃん。よし、急いで出よう。くそ、逃げ道が。いや、あの時と同じ。カルーア。いや、ミモレットちゃん。しっかりしてカルーア。そうだ、魔法だ。魔法でなんとかならないの？ダメ、魔法は使えない。使えないの。ならテキーラに早く変身して。ミモレットちゃんが。そうか、気絶してるのか。くそ。いや、ミモレットちゃん。どうする。これは大型の冷蔵庫だ。よし、この中だ。カルーア。いやほら早く。はあ、きっと酸素が切れる前に収まるよ。これでしのげる。すごい震えてる。どうしたの？寒いの？ミモレットちゃんが。カルーア、しっかり。はあ、参った。さすがに死ぬかと思った。ん？白波さん。和也。いや、みんな無事で何より。何言ってんですか。もうダメかと思ったんですよ。
リコ、無事でよかったのだ。心配かけたね。よ聞いたぜ。冷蔵庫の中で死のうなんだってな。おめえ素質あるぜ。素質？何のさ？トレジャーハンターさ。どんな時でも諦めねえ第一条件だぜ。そいつはどうも。マジョラムさんとミモレットは無事なんでしょ？はい、2人とも無事です。あそこのレスキューワゴンの中にいます。カルーアはひどく怯えていたので鎮静剤を打たれて今寝ています。そう。なんか様子がおかしかったな、カルーア。やれやれ、ちょいと魔石を持たせすぎたかね。おやまあ、こんなになっちゃって。ミモレットちゃん、公認永久魔女も型なしだね。さて、消毒用アルコールはこれか。さあ、匂いをお嗅ぎ。敵、今この場で殺してやりたいけど我慢してあげるさ。思う存分仕込ませてもらおうかね。さっきの序の口、ここからが本番さ。お前には絶望を味わってもらうよ。存分にね、この私が受けたナンバ火災などが要因で精神的にかなりのショックを受けられたようです。現在カルーアさんは医務室にてモルデン先生の診察を受けています。そうか。他には？はい、ラウファさんなんですが一旦大使館に戻られました。ご自分の仕事を済ませたらこちらに来るとのことです。指令によろしくと言っていました。うん、了解。他には？僕からは以上です。私も。みんないろいろ大変だったね。とにかく全員が無事で何よりだ。ゆっくりと休んでくれ。ブリッジよりマイヤーズ司令。タクトだ。ラウファさんがいらしてますよ。噂をすれば影だな。すぐ行くよ。よし、ミーティング終わろう。どうもな。この会議ってのだけは苦手だ。だけじゃないのだ。親分は苦手だらけなのだ。うるせえ。マイヤーズ司令、ラウファさん心配してましたよ。ええ、いろいろ大変そうだって。そうか、会うのは久しぶりだな。ラウファさん。久しぶりだね。そうね。元気だった？ああ、ピンピンしてるよ。ランファの方こそ大丈夫なのかい？火事のこと聞いてるよ。ええ、なんともないわ。そうそう、火事といえば新しいエンジェル隊はいい感じね。あの騒ぎの中でも落ち着いて行動していたわ。お、そうかい。ランファのお墨付きならもう一人前かな。そんな恐れ多いです、私たち。いやー、そうです。僕なんてそれこそまだまだ。謙遜しなくていいわよ。特にカズヤ、あんたの指示はなかなかに的確だったわ。自信を持ちなさい。そんな。本当ですよ。火を見た後の白波さんはまるで戦闘の時みたいでした。カズヤ、かっこよかったのだ。ま、悪くなかったんじゃねえの？ちょっとそんなに褒めないでください。照れます。何俺みてえなこと言ってんだよ、カンギャラ。いてまあ、和也も慣れてきたってとこかな。そうなのかな。なんか自分じゃピンとこないな。カル
あ、いや、テキーラ。マジョラムさん。はーい、心配かけたかしらね。当たり前じゃねえか。もう動いても平気なのかよ。ええ、私はね。ミーモも大丈夫なのだ。もう元気ですに。よかったマイヤーズ、なんだい？ちょっといいかしら。ああ、わかった。白波も来て。はい。どうしたんだい？まず白波に聞きたいことがあるの。火事騒ぎのことですに。カルーアが意識を失う直前の記憶では白波と一緒にいるんだけど、間違いない？うん、そうだよ。カルーアが鎮静剤を打たれるまで2人だった。それじゃあその後カルーアは隔離されなかった？人気のない場所に。個室とかですに。あ、レスキューワゴンに乗ってたね。どのくらい1時間くらいかな。その時か。やられた。やられた？何を？油断したわ、ディータめ。ディータ？ちょっとテキーラ、何が何だかさっぱりだよ。ああ、俺にもちんぷんかんぷんだ。ああ、ごめんなさい。順に説明するわ。カルーアの意識がない間のことだけど、私にはおぼろげに記憶があるの。夢か何かだと思ったんだけど、今の話で確信したわ。マジークにはディータがいる。ディータが？ええ、火事の原因になった魔石もディータの仕業よ。なるほど。魔石は魔法的にかなり高位なアイテムだと聞いてる。ディータが用意したとなれば合点がいくね。でもそれはあくまでも可能性だ。別の入手ルートだって考えられるだろう。他にディータの存在を証明するものはないのかな？証明も何も、私はディータに会っているわ。なんだって？眠っている隙にあいつはワゴンに乗り込んできたのよ。それは変じゃないかな。それなら君は無事じゃ済まないだろう。ええ、無事じゃないわ。呪いをかけられてる。念入りなやつをね。魔女である私にはわかるの。呪いってどんな？ディータに聞くしかないですに。発動条件も内容もかけた人間にしかわからないですに。そんな。それじゃあどうすれば？このままじゃテキーラが。ちょっと落ち着いて。大丈夫だから。発動条件を満たさない限り安全よ。今すぐどうにかなるものじゃないわ。それにディータといえども1時間じゃ命に関わるような呪いは無理。発動するまでになんとか解いてみるわ。テキーラ。まあそんなわけなのよ、館長さん。そうか。ならディータがいることは確実と見るべきなんだね。そうよ、間違いないわ。わかった。修理を急がせよう。敵の指揮官クラスが潜んでいるならかなり警戒しないとね。ディータはご主人様と永久を争った人間ですに。魔力は折り紙付きですに。ああ、分かってるよ。マジークにも連絡を入れておく。それじゃあ私は部屋に戻るけどいいかしら。ああ、貴重な報告をありがとう。ゆっくり休んでよ。失礼するわ。白波、はい。ちょっと付き合って。あんたにはまだ話があるの。はい。なんだろう。どこへ？私の部屋よ。そう。ミモ、何ですかに？ちょっと出てて。ねえ、なんでですかに？いいから。わかりましたですね。さ、入って。お邪魔します。まあ適当に座ってよ。うん。よっしゃ。
ここがカルーアとテキーラの部屋。研究室とは随分雰囲気が違うね。私生活と魔法の研究は分離してるのよ。ここには魔法に関わるものはあまり置いていないわ。いい匂いがするね。マジークのお香よ。心を落ち着かせると言われてるわ。確かにそんな気もするね。いい香りだ。それで話って？白波。はい。あんた、火事の時のカルーアの様子気づいてるでしょ？うん、ちょっと、いや、かなり怯えていたように見えたけど。はあ、当然気づくわよね。一緒にいたのがあんただけでよかった。さ、あれだけ怯えるってことはそれなりの訳があるんだよね。まあね。よかったら教えてくれないかな。嫌じゃなければ。そうね。まあ話すつもりだったからミモを締め出したんだけどさ、ちょっと長くなるわよ。うん。これはカルーアが魔法を使わなくなった理由に深く関係しているわ。まだすごく小さかった頃の話。カルーアには女の子の友達がいたの。名前はミモレット。ミモレット？そう、ミモの名前はこの友達から取られているのよ。カルーアは毎日ミモレットと遊んでた。遊び場は近所の使われなくなった納屋。時間を忘れるほど遊んでよく怒られたわ。それだけ仲が良かった。でもカルーアが8歳になった時、事故が起きるの。その日カルーアは学校で習った発火魔法をミモレットに見せた。別に自慢したかったわけじゃない。仲のいいミモレットに自分の成長を見てほしかっただけ。そしてナヤは火事になってしまうの。豪華に囲まれて2人は動けなくなってしまったわ。やがて煙を吸いすぎたミモレットはカルーアの腕の中でぐったりとうなだれた。その時よ、カルーアの中で眠っていた真の力が覚醒したのは、ミモレットを助けたいと強く願う心が魔力を解放させた。大気はカルーアに呼応し、猛烈な嵐がナヤを襲ったわ。豪雨で火事が収まりかけると、ミモレットも目を覚ました。そして見てしまったの。吹き荒れる雨と風の中心で魔力を解放するカルーアを、その悪魔のような姿を。2人は助かった。でもミモレットは二度とカルーアに近寄らなかったわ。そしてカルーアは人前で魔法を使わなくなった。火事を起こしたのも、友達を危険にさらしたのも魔法のせい。友達が離れていくのも魔法のせい。そんなトラウマが心に刻み込まれてしまったのね。これがカルーアが魔法を使わない理由。そうだったんだ。そうか。それでさっきの火事の時。ええ、状況が似すぎてたわ。別人とはいえ、またもやミモレットがあんなことになるし、思い出したくないことを追体験しちゃったってわけ。それであんなに怯えていたんだ。今度もカルーアは魔法で何とかしようと考えてたわ。でもできなかった。それほどトラウマは大きいの。それなのに僕、魔法で何とかしてって言っちゃった。気にすることないわ。あの状況ならそう考えて当然。どうしたの？大丈夫？ごめん、大丈夫。眠いだけ。カルーアが寝てるんで、それに引っ張られてきたわ。へえ、
カルーアは寝ててもテキーラは起きていられるんだね。まあね。でもそれも限界だわ。眠い。ああ、わかった。それじゃあ失礼するよ。待って、ベッドへ連れてって。もうまともに歩けない。え？こっちだよ、ほら。ほら、ここ。テキーラ？カルーアに戻っちゃった。よく寝てるな。毛布をかけてった。よし、それじゃあおやすみ。そうか、カルーアにはあんな過去があったんだな。話は終わったんですかに？あ、ミモレットか。うん、終わったよ。ミモレットも自分の名前の由来を知ったら驚くだろうな。何ですかに？私を見つめて。うん、なんでもないよ。ではご主人様のところへ戻るですに。あ、待って、テキーラもカルーアも寝ちゃってるよ。二人とも疲れてる。今は寝かせてあげようよ。そうですかに。ではしばらく部屋には入らないですに。それがいい。暇ですに。散歩でもするですに。なんかいろいろ考えちゃうな。カルーア平気かな。もし立ち直れなかったら。ダメだ。暗く考えちゃう。気晴らしにちょっと歩こう。起こしちゃ悪いよね。ランファさん、は何食べてるんです？カレー？お味の方はいかがですか？ーい。なかなかよ。エデンのコックでもここまでの香りはそうは出せないわね。あなたのような美しい方に褒められ、私は幸せです。でも辛さがいまいちだわ。この1000倍くらいは辛くないとね。1000倍ですか？味がわからなくなるんじゃ。ランファさん、またカレーですか？ここのコックは凄腕だって聞いたからちょっと作ってもらったの。よほど好きなんですね、カレー。別にカレーだけってわけじゃないわよ。辛いものが好きなの。唐辛子の成分は美容にいいのよ。体脂肪も燃やすしね。なるほど。その美しいプロポーションの秘訣というわけですね。まあね。あ、それじゃあ僕はこれで。なんだ、なんか食っていかないのか？カレーならまだまだあるぞ。カレーはいい、いらない。ねえちょっとチリソース10本くらいくれない？起こしちゃ悪いよね。はあ、カルーアにあんな過去があったなんて。魔法を使えないんじゃなくて使わないんだな。なんだか眠くなってきた。僕も疲れてる。いや、もうちょっと見回ろう。ほらーいもうちょっとや。よ
よーし、そんなもんだろこんにちは。う。おお、和也。忙しそうですね。まあそれなりにな。紋章機のメンテ中ですか？ああ、標準的なやつさ。点検みたいなもんだ。なるほど。だがそろそろフルメンテが必要な時期だな。フルメンテ？ああ、オーバーホールほどじゃねえが、割と徹底的に整備してやることさ。せやな、ここんとこ戦闘が多いさかい結構くたびれてんな。そうなんですか。乗ってる感覚はいつもと変わらないですけどね。当たり前じゃねえか。おめえさんたちにいっつも同じように乗ってもらう。それが俺らの仕事で。せやせや、班長もたまにはいいこと言うな。おめえなんや？それで褒めてるつもりか？あ？本当のことやんか。文句あるんかい。それじゃあ僕はそろそろ。その減らねえ口、今日こそ縫い付けてやんねえとな。おー、やれるもんならやってみ。この老いぼれがこん野郎！いいでごましたのか。失礼しました。やあ、二人とも。白波さん、和也なのだ。あ、いらっしゃいませ。ご注文は？そうだな、ホットココアを。かしこまりました。少々お待ちください。よいしょ。美味しそうだね。ケーキ大好きなのだ。物資のチェックしてたらお腹空いちゃって、ちょっとおやつを。お待たせしました。ありがとう。このケーキ、白波さんが作ったんですか？いや、これは違うよ。ここのお店の人のでしょ。あら、ここには厨房はありませんよ。そうなの？お出しするケーキ類はすべて食堂の厨房で作られてます。そうだったんだ。ならランティが作ってるんだね。はい、そうです。白波さんのじゃないんですか？とっても美味しいからてっきり。ランティのデザートだってかなりのもんさ。あいつは料理全般に才能があるんだ。料理学校を首席で卒業してるんだよ。大したやつさ。ケーキおかわりなのだ。はい、かしこまりました。ケーキって砂糖と脂肪の塊だよ。あんまり食べると太っちゃうぞ。もう白波さん、嫌なこと言わないでください。ごめんごめん。そういえばナノナノって太るのかな？そうですよね。ナノマシンだし。ねえナノナノ、どうなの？やっぱり太るの？それは秘密なのだ。お待たせしました。サバランになります。ラム酒入りのケーキだね。そんなの食べたら酔っ払っちゃうぞ。こんなのへっちゃらなのだ。バカにするななのだ。アルコールなんてナノマシンですぐに分解しちゃうのだ。へえ、そりゃ便利だな。こちらお下げしてもよろしいですか？あ、はい、ごちそうさまです。それじゃあ失礼しようかな。ではこちらでお会計を。和也のおごりなのだ。もちろんリコタンの分もなのだ。はいはい、分かってるよ。そんな悪いです。いいよいいよ、これくらい。ダメですダメですダメですってば。ダメ。なんか大げさだな。いくら3250ギャラになります。
はいはい、3250。一体何個食べたの？ごめんなさい。美味しいのだ。あそこにいるのはランファさん？ああ、カズヤ。何してんですか？その部屋は魔法研究室ですよ。そうね、分かってるわよ。カルーアに用ですか？彼女は今自室で寝てますけど。ああ、そうなの。急用なら呼び出しましょうか？ああ、いいのいいの。ちょっと部屋の中を見てみたかっただけだから。この研究室の？なんでまた？だって魔法研究室なんて私としてはちょっと気になるかななんてね。あ、そういうことですか。どんな魔法アイテムが置いてあるのか想像するだけで落ち着いて。まあいいわ。そのうち本人に頼んで見せてもらうから。それじゃあね。よっぽど魔法のことが好きなんだな。人間のミモレットもあんな性格だったらよかったのに。アニス？カレー食べてるの？こいつは効くぜ。ランファさんと同じもの食わせろっていうもんでな。姉さんのあの強さ、きっと食い物にも秘密があるに違えねチリソース5本入ってるんだぜそれ。ちょっとアニス、無茶だよ。いや、姉さんに食えてこの俺にランファさんは水も飲まずに食ってたんだ。それも真似てるのさ。アニス。アニス、バカな真似はやめるんだ。体がどうかなっちゃうよ。バカな真似だぞ。俺は姉さんに近づきたいんだ。お前この覚悟がわかるかってんだ。おお、ラッシュがかかった。すごい精神力だ。アニス、健闘を祈るよ。頑張ってね。なんか規制に変わってきてない？眠くなってきたな。部屋に戻って仮眠を取ろう。カルーアにあんな過去があったなんて。魔法を使えないんじゃなくて使わないんだな。短かったけど深く眠れたな。あれ、みんなだ。何やってんだろう。カズヤですに。ずいぶん大勢で何やってんの？ご主人様のことで話し合ってたんですに。カルーアのことで？ええ、あんなことがあってかなりショックを受けてると思うの。どうしたら元気になるか相談してたんです。いたわるのだ。焼け死にそうになったわけだしな。
それは僕もなんだけど。うるせえ、おめえはピンピンしてんじゃねえか。まあね。なんだなんですかね。耳が頭が減圧警報だって。外壁に穴が開いたんだわ。レベル5じゃこのフロアから出られませんよ。白波よりブリッジ。白波よりブリッジ。ダメだ、通じない。耳鳴りがするぜ。このままじゃ私たち破裂しちゃいます。なんとかしなきゃ。ご主人様、危険ですに。いや、カルーアは大丈夫だ。部屋は完全に密閉されたはず。そうだ、ひょっとしたら部屋の中からなら開けられるかも。みんな急いでカルーアの部屋へ。行くのだ。カルーア、カル一体どうしたんですの？ーア、カルーア、ドアを開けて早く。警報下で開くのかしら。早く頼むぜ、こっちはやべえんだ。ご主人様。なんか胸が苦しいのだ。ダメですわ、開きません。ダメか。どいて。うりゃーメガトンキック。ダメだわ。何やってんですか。蹴破ったって意味ないですよ。それもそうか。カズヤ、鼻血。あ、皆さん何か対策はないんですか？もう手の打ちようがねなんかぼーっとするのだ。私もダメ。リコ、なるだろう。呼吸が。私もダメですに。何をこれくらい。え。こんなところで死ぬのか。皆さん、目が。カズヤさん、カルーア、カズヤさん、返事して。よかった。我が二つなる心を糧とし、断りを覆す法をここに表しめよ。火を司る火で深淵の熱をもたらせ、水のそばに神経の本願をしばしば頭が。一大水気をかける渦で助かったのか。カルカルーア、ーアす者たちを掟に従えて我が法理の執行に助力せよ。インペリウムシネフィーネ・デリー。皆さん、もう大丈夫。この結界の中はしばらく安全です。カルーア。見られてしまいました。見られたくなかった。皆さんには。すごい。すげえぜ。カルーア、すごいのだ。ふふー。
ちゃった。目の前でこの目で。さすがご主人様ですに。ありがとうございます。とにかく助かったぜ。絶対死んだと思ったもんな。すごいのだ。ナノマシンでも真似できないのだ。怖くないんですか？私が。怖い？なんでですか？あんなすごい魔法で助けてくれたのに。カルーはかっこよかったのだ。ありがとうございます。おめえ同じことしか言ってねえぞ。だって泣き虫ですに。皆さん。カルーア。はい。どんなことがあったって僕たちはカルーアの友達だよ。和也さいつまでもいつまでもずっとずっと友達さ。カルーアから離れたりしない。絶対に。絶対なのだ。いつまでもご主人様ですに。弟子入りさせてください。この借りは返すぜ。皆さん。みんな。マイヤーズ司令。タクトさん。みんな無事なのか？ええ、全員無事です。かなりヤバかったけどな。カルーアが魔法で助けてくれたのだ。そうか、よかった。寿命が縮まったよ。まったく。寿命が縮まったのはこっちだわ。一体何があったのよ。宇宙港のスタッフに破壊工作員が紛れてたのさ。破壊工作員？マジックの人なんですか？ああ、このフロアの外壁を1枚飛ばしてくれてね。同時にシールドシステムと通信システムもやられたよ。今は応急修理が終わったんで、シールドで機密を保てるようになったのさ。マジークの人だなんて。これもハッキング放送の影響なのか？いや、そういうことじゃないらしい。どうも犯人たちの様子が変なんだ。変ってどんな風にですか？一応工作員と思われる人間が何人か捕まったんだけど、全員が口を揃えて体が勝手に動いたって言ってるんだ。自分の意思じゃなかったって。リータさんですわ。やっぱりそんな気がしてたよ。暗示ってやつかな。おそらく強力な暗示によって操られたのですわ。彼女は呪いや暗示が得意なんですの。あんな野郎汚ねえやり方しやがって。で、これまたそのディータの仕業なんだろうけど、宇宙港も含めマジークの動力が一切停止してしまったんだ。現在連絡さえも取れない。もちろん起動テレポーターも動いていない。全部ですか？しかも一斉に？その状態になる前に何か変わったことはありませんでしたか？あったよ。マジークの周りに複数の敵艦隊が現れてね。変な布陣を敷いてるんだ。戦略的にはまるで意味がないように見えるけど、何かあるんだね。まあ、どうしましょう。戦艦の配置を魔法陣に見立てて魔風結界を張ったんですわ。そんなこともできるのか。魔法ってのは侮れないな。現在のマジークは魔法動力で成り立っています。このままですと麻痺状態が続いて取り返しのつかないことになってしまいますわ。マイヤーズ司令。ああ、動けるのは俺たちだけだ。みんな。やっつけるのだ。いてこます。
行きましょう。よし、全員ブリーフィングルームに集合。これがマジークに対する敵艦隊の布陣だ。やっぱり魔風結界を張っていますわ。どこをどうすればいいのかな。俺にはさっぱりだ。マジークの方位から考えますと、この艦隊が重要な位置にいますわ。おそらくリータさんもここに。なるほど、他のより数が多いな。よし、この艦隊を攻めよう。この部分の敵艦の配置はこうなっている。ルクシオールはこう侵入しようと思う。今回のミッション目標は敵機関の沈黙となる。以上だ。ブリッジよりマイヤーズ司令、どうした？敵機関より通信が入っています。今行く。ブリーフィングはこれで終了だ。とりあえずブリッジへ行こう。ここスクリーンへつないで。あら、ごきげんよう、タクトマイヤーズ。お待たせ。いろいろとやってくれたみたいだね。このままマジークは壊滅さ。どうだい？そろそろ降伏してみるってのは。その前に一つわからないことがあるんだ。教えてくれないかな。場合によっちゃ答えてあげられるかもね。なんでマジークにこんなことするのかな。支配下に置けば重要な戦力になるだろう。なーに、簡単なことさね。あの方はマジークの処遇を私に一任してくださった。それだけだよ。どうしようと私の自由ってわけさ。あの方ってのはフォルテのことかい？前にもそんなこと聞いてたね。どうなんだろうね。リータさん？なんだい、生きてたのかい？しぶといね。ん、もうこんなことはやめましょう。マジークはあなたの故郷でしょ。取り返しのつかないことになってしまいます。うるさいね。こんな星どうなろうと知ったこっちゃないんだ。そんな。私じゃなくあんたを公認永久に選ぶような星だ。滅んじまえばいいのさ。お前最低だな。そういうの逆恨みって言うんです。なんだいなんだい、あんたたちも生きてんのかい。おかしいね。全員固まったところで仕掛けたつもりだったんだけどね。ゴキブリかいあんたたち。何こいつ、こんな嫌なやつだったの？昔からひがみっぽい嫌な女ですね。ひがみおばさんなのだ。マジョラムさんに負けて当然ね。愛も変わらず尺に触るやつらだね。そのボロボロの状態で何ができるっていうのさ。いいさ、すぐに殺してやるよ。通信切れました。敵の動きは？何隻かの敵艦がこちらに接近しつつあります。よし、宇宙港を出ろ。ディータの艦隊に全速前進だ。はい。カズヤ、ルーンエンジェル隊発進だ。了解。みんな行こ了解なのだ。よし、見てやがれ。元エースの血が騒ぐ。私も出たい。ダクト、予備の紋章機とかないの？あのなあ、あるわけないだろ和也さん、う。なんだいカルーは。ぜひ私と合体してください。え？なんでまた？皆さんを危険な目に何度も合わせ、天津さえマジークまでこんなことに。もう許せません。ミモレットちゃん。はいですに、行くですに。あの性悪女叩き潰してやるわ。カルテキーラ。
謝するわ。どうしてこの場所が。あのね、あんたの陣の弱点くらいすぐにわかるわよ。くそ。みんな行くぞ。了解。了解。ほらほら、ぼーっと見てないでさっさと蹴りつけなさい。カルーアはみんなの信頼に応えたがってる。やったわね。おばさんまた来たのだ。頭悪いのだ。命中なのだ。よーしなのだ。当たったみたいです。命中よ。それにしてもあの方って一体誰なんでしょう。当たらなかったのだ。当たったみたいなのだ。失敗したわ。しかしほんとしつこいおばさんだな。うまく逃げられたわ。敵に当たったのだ。成功。大事なのだ。当たりね。避けたのだ。攻撃を回避しました。攻撃成功なのだ。おし、成功。敵に当たったのだ。髪がめちゃくちゃになっちゃったじゃない。どんな色合いか知らないけど聞きやしないわ。今の聞いたな。攻撃当たりました。損害を調べてくれ。失敗したわ。当たらなかったわ。残念。マジークは絶対壊させません。エキサクロスブレイク。ごめん、外れたわ。当たったのだ。チェック確認。うまく当たったみたいです。終わりかと思ったぜ。危なかった。あんなやつ目標沈黙。アンフファイターがあればひとひねりなのに。少しエネルギーが撃墜したぜ。当たったみたいなのだ。命中です。当たったのだ。あ、敵なのだ。オーライ。了解です。やっつけたのだ。承知したわ。分かったのだ。だわね。髪がめちゃくちゃになっちゃったじゃない。5番機攻撃成功。あれは敵ね。補給終了。さてもう一上がりしてくるか。お、獲物発見。敵艦大破。次行くぜ。スペルキャスター補給完了。感謝するわ。もう一度行ってきます。マジ一撃だってのにルクシオールも感情だな。ガンらしき船が姿を現しました。うがいないね。ミノが溶けたじゃないか。隠れてたのか。どこまでも卑劣なやつだな。和也、頼むよ。了解。機関へ集中攻撃だ。全門開け。近寄らせるな。敵にダメージを与えました。ちょろと逃げるんじゃないよ。攻撃当たりです。あんたなかなか毎回は決まらないわね。ラ
役だったの。攻撃開始するのだ。ごめんなさい、失敗しちゃったわ。みたいなのだ。失敗した。ハイパーブラスター。あ、敵なのだ。一番機に移動が嬉しました。やりましたね。クロワさんたちの整備のおかげですね。少しずつ。そうさ、少しずつ壊してあげるよ。わかった。うまく逃げられたわ。ちょっと鑑定弾を確認しました。逃げるんじゃないよ。ここでもこう言ってんだ。やっつけたのだ。報酬やったわ。また外したら今度はお前の首が飛ぶよ。オーケー、外れちゃったみたいね。当たらなかったわ、残念。当たったみたいなのだ。敵にダメージを与えました。おし、成功。よーしなのだ。勝ちなのだ。危なかった。こんなやつカンフーファイヤーがあれば一ひねり今ならなのに。あれが打てそう。エキサクロスブレイク。敵に当たったのだ。早くてなかなか当たらないのだ。着弾を確認しました。一撃やったわ。バカな、あの状態でなぜ負けるのだ。ありえない。敵機関行動不能のようです。了解。カズヤ、ルクシオールに戻ってくれ。はい、ルーンエンジェル隊帰還します。マイヤーズ、リータは？呼びかけても返答がないんだ。脱出の形跡もない。なんですって。ちょっと私にやらせて。借りるわよ。私のヘッドセット。リータ、あんた聞こえてんでしょ。リーなんだ、うるさいやつだね。タ、あんた何やってんのよ。早く脱出しなさいよ。私はこれまでさ、ほっといておくれ。あんたバカじゃないの。死んじゃうのよ。いつまでたってもお前にかなわない。こんなありえない人生、こっちから願い下げさ。いいから脱出しなさいよ。あんたみたいなバカでもね、目の前で死なれたんじゃ寝覚めが悪いのよ。あら、ならこれで一矢報えるってわけね。とにかく私はあんたが大嫌いだし、あんたを認めたこの星も大嫌いなんだ。だいたいなんで純血の私が公認永久になれなくて、あんたがなれるのさ。よそ者のあんたがさ。リータ、辺境のど田舎惑星出身のあんたがマジーク中央出身の私より優れてる？私は認めない。絶対に認めないよ。めちゃくちゃだ。ひどい。すげえな。ここまでひん曲がってるとつける薬もね。工場曲がりなのだ。なんとでも言うがいいさ。それにマジョラム、気づいてんだろ？呪いのこと。そうさ、とびきり念入りなのをかけといてやったよ。差し物あんたでもそうそう解けやしないだろうね。この先お前には絶望が待ってるのさ。私が死ねば呪いは永遠の謎。ビクビクしながら生きていくがいい。リータ、敵機関内部熱反応上昇。敵機関沈黙。最後まで意地を張り通したか。ある意味すごい人だ。プライドの高さならマジョラムさんに勝ってたかもね。けっ、くだらねえ。死んでまで張り通すような意地とは思えねえな。たくだわ。
私のヘッドセットがテキーラ。怖いのだ。マイヤーズ司令、マジークの動力が復活したようです。マジーク艦隊も動き出して残像勢力の掃討を始めました。魔風結界が解けたんですね。残ってるのは無人艦だけだ。あとはマジーク艦隊に任せよう。さあ一件落着だ。とりあえず一休みしよう。私のヘッドセット。ランファさん、いろいろとありがとうございました。それじゃあね。ミントバニラと来てランファまで一緒に来られないなんて。私がついていっちゃったら誰がマジークの説得を続けるのよ。クーデター軍討伐への協力要請なんてまさに大使の仕事じゃない。分かってるよ。言ってみただけさ。ルクシオールの修理の件、大使さんからもお礼を言っておいてよ。分かったわ。そうそう、さっき聞いたんだけど、これからミントに会うって本当？はい、エデン製物資の在庫が少なくなってきたのでタクトさんに連絡を取っていただきました。整備班の話だと紋章機もフルメンテが必要な時期らしいんでね。いろいろと注文したら面倒なんで一番でかい船で来るってさ。それってデパートシップが来るんじゃないの？ああ、そういえばそんなこと言ってたな。いいの？ブラマンシュのデパートシップって楽しいのよね。やっぱ私も一緒に行こうかしら。ミントにはよろしく言っておくよ。じゃあそれじゃあ行くわ。マジュラムさん、また魔法見せてね。またお会いする日まで。ナノナノもまたね。またなのだ。アリスも。姉さん、今度手合わせ頼むぜ。あら、手加減しないわよ。望むところだ。それと和也、はい。あんたもっと胸を張りなさい。自信が結果につながることだってあるのよ。はい、ご忠告ありがとうございます。もうやっぱり硬いわね。それからタクト、なんだい？フォルテさんの件任せたわよ。あ、任された。いずれ白黒はっきりさせるさ。期待してるわ。それじゃあね。エネルギッシュな方ですね、ランファさん。おお、エースの名は伊達じゃないさ。なあ、さっきの話なんだけどよ、またあの女が来んのか？豚まんじゅうだっけ？ブラマンシュですよ。ミントブラマンシュさん。ああ、それそれ。ミントのこと？うん、合流するけど。なら話をつけ直さねえとな。この前丸め込まれちまったからよ。交渉だ、交渉。また丸め込まれると思うけどな。なんだと？いや、なんでもないです。交渉してどうするんだい？また海賊に戻るのかい？海賊じゃねえ、トレジャーハンターだ。海賊だと思うけどな。なんだと？いや、なんでもないですって。親分いなくなっちゃうのだ。ダメなのだ、嫌なのだ。ナノ、親分言っちゃ嫌なのだ。バカ、泣くなよ。大丈夫だって、そんなすぐってわけじゃねえからよな。ほらほら、泣かないで、なのなの。アニスもすぐじゃないって言ってるよ。そうなんでしょ？ああ、そうだぜ。じゃあいつかはいなくなるのだ。
いなくならないってずっといるさ。アニス、そうだよね。ああ、まあな。本当なのだ。いなくならないのだ。当たり前じゃないか。アニスが交渉で勝てるわけがないだろ。ねああ、そうとも。俺が交渉で勝てる。え、ほらね、こんな風にすぐ丸め込まれちゃうんだ。ごめん、さっきからからかってんだろなあ。やだな、気のせいですよ、アニスさん。それじゃあ僕は部屋に戻ろうかな。みんなお疲れ。待ってこの野郎。何やってんだか。親分、本当にいなくならないのだ。あんな調子じゃミントにはかなわないな。てめえ、俺を怒らせるとどうなるかみっちり教えてやるぜ。冗談だってば。なんか白波さんも慣れてきたって感じですよね。微笑ましいですわ。微笑ましいですわ。なのだ。空にきらめいた無限の星、僕らに見つめてる風は少し冷たい